なんかいつもと雰囲気違うんじゃない？というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、このチャンネルでも何度も紹介している、EPZ から P50 というトライブリッドのイヤホンを紹介しよう。P50 は、平面ドライバが2台、PA ドライバが2台、ダイナミックドライバが1台のトライブリッド型。このブランドとしては非常に攻めたデザインと構成を持っている。まず、全体がレジン製だった本体は、レジンシェルが本体になっているところは従来の設計と変わらないんだけど、専用デザインの金属製フェイスプレートが用意されている。このブランドは、もともと全体が完全にレジンで構成されたシェルかつ、1世代古いターゲットを基準にした、現代風に染まりすぎない、流行に流されない、クラシックなスタイルを守ってきたブランドなので、このブランドのファンの人は、今回の構成に驚いている人も多いんじゃないだろうか。EPZ は低価格モデルでもビルドはしっかりしていて、もちろん、この価格の P50 は、安心感しかない。マイクロプラナーというと、中国系では、現在2種類の商品が存在していて、比較的低価格でも見かける、丸型の通常樹脂製振動板を、完全にフラットにした、という意味のマイクロプラナーと、PA ドライバや EST ドライバの形状に近い、箱型のケースの中に収まった、マイクロプラナーが現在確認されている。前者はよりコスパを重視したモデルに、後者は、よりコストを投入して洗練されたモデルに使用されていることが多く、今回の P50 は、もちろん箱型の、後者、ドライバ自体にコストはかかるものの、より、品質を追求したモデルに採用されがちなタイプが用いられるぞ。PA はカスタマイズド。つまり、ブランドが指名されないもので、コストと性能のバランスをとっている。そして、ダイナミックドライバが1台。ドライバサイズは 10mm で、中国系の1ダイナミックドライバ、もしくはハイブリッド型では、定番で使われるサイズ感だ。これらのドライバは、EPZ が得意とする、レジンが充填されたシェルに収まっており、音導管がそれらをつなぐ。付属のケーブルも、単結晶銅のものが使われ、さらに、ケーブルは 3.5mm と 4.4mm が交換選択可能なプラグ交換システムを採用するぞ。基本的には、追加出費は全く必要のないセットと考えてよいだろう。従来とは異なるサイバーなデザインが印象的な P50 は、EPZ もかなり期待を寄せていたモデルであり、このレビューのためにやり取りをしている感じでも、非常に自信があることが伺えた。僕自身も、かなりテストするのを楽しみにしていたモデルだ。そんなわけで、構成、仕様の両面で、過去の EPZ を脱する要素を見せる、EPZ P50、実際の使用感、そして音質について話していこう。本体のサイズ感は、こういったユニバーサル型 IEM として、平均的な取り回し、特に、耳に当たる側は、レジンシェル系イヤホンとして、標準的な作りになっているので、取り回し面で不満は感じないはず。気になる金属製のフェイスプレート部分も軽量なので、総樹脂製のものと、重量バランスはほとんど変化がない。このタイプの金属フェイスプレートを使用するイヤホンは、金属部分に重量を持たせると、耳の外側に重心が寄ってしまい、なんとなく装着が負担に感じるものも多いんだけど、本作では、軽く、使いやすい印象を保つぞ。2ピン端子はフラット型、付属ケーブルは、CIEM などに使用できる、埋め込みでも使えるタイプなので、少し見栄えが初期状態でもぴったりとした感じにならない点は注意しよう。また、ノズルは金属製で、耐久性も安心なんだけど、一方で、ノズルに返しがついていないので、メンテナンスを怠ると、ここに皮脂が溜まってぬるっと抜けるようになってしまう。爪がない分抜けやすいのはマイナスなんだけど、そもそも抜けるような状態ではメンテ不足なので、しっかり拭き取りを心がけるようにしよう。背面にある程度開放部分があるので、そこは要注意。従来の EPZ 製イヤホンは、密閉力、遮音性、そして、外部への音漏れのいずれも優秀だったんだけど、本作では、他の金属フェイスプレート系と同じく、開口部が大きめなので、ある程度の音漏れがある。ここは、使用していて注意が必要なポイントだ。標準イヤーピースはしっかりとした作りで、そのまま使っても大丈夫だぞ。さあ、それじゃ、付属品セットで EPZ P50 を接続して、視聴を始めていこう。いつもレビューを書いている時と同じ、星オーディオ SK2 と KAEITAP1 プラス PSU1 のセットで、テストを開始するぞ。最初の音が出てきた時点で、うわ、いつもの EPZ っぽくない、というのが素直な感想。EPZ のイヤホンというと、少し前の、安定した音作りを手本にして作っている機種が多く、高音域か低音域に爆発力があるか、ドフラットか、真面目なウォーム系か、そんなモデルが多い印象で、先日レビューした EPZ 系5は超バランスの良い優等生だったし、フル BA モデルの530と620は、いずれも高音域側に聞き応えのあるモデルとなっていて、低音高音いずれかよりで、ニュートラルかドンシャリか、というのが今までの結果だったんだ。
今回の P50 は、高音がマイクロプラナー効果でバリバリ、中音域は BA ドライバでくっきりと書かれて、PEK と PU の組み合わされたダイナミックドライバは、重厚かつ、余韻がスッと消える、全体に分離感が高く、それでいて、低音域の沈み込みもがっつり確保されたバランスになっている。空間はがっつりと広大で、耳元で、カリカリと、驚くほどフォーカスが高い音が出力され続けているのに、それでいて、部屋の壁のようなものを感じず、めちゃくちゃ広い空間。また、それぞれの音が強烈なので、ドンシャリに感じるだけで、実際には、中音域の沈み込みがなく、明瞭で、ソリッドな聞き応えの中音域以上ががっつり重厚な低音域の上に乗っかっている、という仕上がりだ。それでいて、中音域との間に温度感が変わる壁を感じにくいあたりは、しっかりチューニングが上手い EPZ っぽさを感じる要素でもあるな。従来の EPZ 製品と異なって、背面から音が逃げることに言及したんだけど、このあたりが、この全体の抜けの良さ、通りの良さを実現する新要素となっている。過去の EPZ は、とにかく密閉された構造で、よりボームなものが多かったため、フル BA のような構成でなければ、密閉空間の中でソリッドな音を生み出すのは難しかった、という構成になってた。今回は、大胆に背面に開口部を設けることで、強烈な低音域を余計に震わせすぎず、BA とマイクロプラナーも、その抜けの良さを最大限発揮している印象だな。ただ、これも背面開放に頼りすぎた1ドライバの音だと、鋭くなりすぎて、耳障りになりやすいので、それを防ぐためにマイクロプラナーが2枚構成なのかもしれない。マイクロプラナーと BA のコンボのおかげで、金属音に偏りすぎていることもなく、イヤホンらしい、うさんくさいくらいにバシッとピントの合ったサウンドかつ、それが変に神経質な音になっていないのが良いな。ピエゾ系ツイーターが好きな人とか、BA でも鋭い音が好きな人、そして、平面駆動系のソリッドで鮮やかな音色が欲しい人に、大変相性の良いイヤホンになっている。それでいて、BA をひたすらソリッドにした時に生じる変な金属感はないので、これが 2BA にマイクロプラナーの構成の馬味ポイントになるところだな。音色を分解して整理しよう。高音域は、くっきりとしたなり、マイクロプラナーはピエゾや、カリカリに調整された BA のように、高分離感、高解像度な音が出せるのが特徴なんだけど、本作では、背面の開放度のおかげで、さらにくっきり。加えて、マイクロプラナーは、ピエゾツイーターや BA のような癖がないので、それらとはまた違う魅力的な高音域。中音域はもう、くっきりと分離感を強調したなり、ボーカルには厚みよりも明確さが重視されていて、かっちりと気持ちよくなる女性ボーカルが魅力となる。男性ボーカルの低めあたりまで降りてくると、ダイナミックドライバの影響も出始めるな。ただ、このイヤホン、高音域と低音域が印象的で、ボーカルが引っ込んでいるような印象を受けるんだけど、実際には、音量としてはあまり後方に下がっておらず、極端なバランスではないのに、それぞれの音色が個性的で気持ちよく、ドンシャリ並みにパワフルなサウンドになっている。そして、この解像度重視で、ちょっとドライ寄りな高音域と中音域を支える低音域は、弾力のあるサウンドで、厚みのある表現。この帯域には温かみもあるけれど、余韻が少なくて、リズムを追いやすい、ハキハキとした低音域だ。この全体に余韻の少ないサウンドと、はっきりと見通しの良い高音域のおかげで、空間は無限に広い、が、押し付けられるようなウォームな低音域と、ミニチュア的な高解像度感のある高音域とボーカルのおかげで、すごく耳の近くで音が鳴っている感覚のある音だな。これらをまとめて聞くと、イヤホン的な、ミニチュアチックなサウンドと、異様に広い空間が広がる。このような空間の広さと、明細さの同居は、BA モデルや平面のみのモデルで聞いたことが多いんだけど、今回はマイクロプラナー、BA、ダイナミックドライバの2点セットの組み合わせ。なので、金属質になりすぎず、また、低音がしっとりしてる、という仕上がりが、他社モデルとはまた違う良さだよな。EPZ の新章を書き始めるのに、まさにふさわしい一台と言えると思う。EPZ の技術も感じるし、今までの EPZ でやってなかった新しい音も感じる。担当者の人がめちゃくちゃインプレッションはよ頼む、って言ってたのも納得の音だわこれ。というわけで、イヤホンらしい強烈なディティール表現と、しっかり低音あたりのサウンドに厚さがある表現力の同居は、このような、派手なサウンドの中華イヤホンで何度か試みられてきたんだけど、P50 は、また新しい方法と着眼点で、これを実現したサウンドだ。ぜひ、興味のある人は試してみてほしい一台だぞ。といったところで今回はここまで、今後の EPZ の展開にも、さらに期待できる一本だった。